こんにちは、ふーです。今回の旅のテーマは富士山。日本を象徴する富士山のふもとで数万筆の反対斜面を無視しながら鉄の畑とも言われるメガソーラーの建設が強行されています。ルールの抜け穴をついたこのメガソーラー計画を実際に現地の方にインタビューして調査してきました。もちろんいつも通り楽しんでいただけるように集落やディープな温泉旅館にも行きますので、よかったら最後まで見てくださいね。今回の旅のスタートは私の大好きな伊豆スカイライン。天気がいい日は富士山に駿河湾、相模湾まで見える絶景ルートです。最高の朝を迎えて満足。早速旅の目的地の静岡県富士宮市の方面に向かおうと思うのですが、少し寄り道をします。私の大好きなバイカーズパラダイスです。バイク乗り行ってきます。ここはバイク乗りのたまり場のようなカフェでいろんなバイクを借りることができるんですよ。好きなの選べるんですけど、どうしようかな。今回一目惚れしてこの子にしました。足の短い私でもなんとか足が好きそうです。丸め二眼のネオレトロなフォルムが可愛いです。レンタルは1時間までですが、スタートが伊豆スカイラインなので1時間あれば十分楽しめます。日頃爆発しそうな鬱憤とストレスをここで発散しておきます。ペーパーライダーにならないようにこうして定期的にバイクに乗っています。今回もしっかり感覚をつかんでおきました。ということで目的地の富士宮市方面に向かいますね。今回のメガソーラー計画は富士山のふもとに東京ドーム4個分のメガソーラーを設置するとのこと。問題はたくさんあります。20ヘクタール以上のメガソーラーだと環境への影響調査や住民への説明が義務付けられますが、今回はそれをわずかに下回る 19.99 ヘクタール。このようにルールの抜け穴を使われると住民への報告義務もないので、気づいたら工事が始まっていて手遅れだったという状況になるわけです。これは近年社会問題化されています。そして4万2000筆の反対署名が集まりましたが、市議会で不採択。ということで実際に現地に来てみました。天気がいいとこの場所から富士山が見えます。今日はあいにくの雨なので画像を貼っておきますね。立ち入りが禁止されていて建設予定地がよく見えなくなっています。建設されるのはこの場所から向こう側一帯です。奥に見える木々も今後刈り倒されます。上から見るとこんな感じです。住宅や学校のすぐ目の前に建設されるわけです。使われていない土地を有効活用するのならまだ理解できますが、釧路といい富士宮といい自然豊かで後世に残すべき場所を切り開いてまでこのメガソーラーを建てる理由がわかりません。私にできることはこうして動画で現状を広めることぐらいです。あくまでこれは私の一意見なので、皆さんのいろいろな意見も聞かせてもらえると嬉しいです。これからも美しい日本風景を守るために定期的にこのような問題を取り扱っていきますね。現地を訪れてみてよかったです。少し重たい話になってしまいましたが、ここからは富士宮市周辺の魅力をお届けしますね。予想外の雨でびしょ濡れ。まずは温泉行って埃と花粉を洗い流してきます。富士宮市の外れの山奥に隠れ家のような温泉があるようなので、そこに向かいます。平日の空いている貸し切り温泉、最高なんです。温泉来ました。あんもの湯と読むそうですよ。今日は一日雨のようです。とりあえず予定も済ませたので、その辺の道の駅で車中泊しようと思います。ちょうど近くに道の駅富沢があるので向かいますね。シンボルのでっかいタケノコ、道の駅富沢に到着です。道の駅富沢に着きました。散らかってる。雨の車中泊は雰囲気が良くて心地いいです。設営も済んだので、あの気になるでっかいタケノコを見に行きますね。なんとこの道の駅、山梨県で一番最初に道の駅として登録されたそうですよ。特産品のタケノコが目玉だそうですよ。今日は閉店していたので、明日の朝立ち寄ろうと思います。今日は歩き回ってお腹空いたので早速車中飯を食べます。バーン。
肉だけだと野菜食えって言われるので、プチトマトも買ってきましたよ。今日の晩ご飯です。ちょっといつもと違う特別な富士山ハイボールです。乾杯。美味しい。早速車中飯食べます。うまい。これ美味しいんですけど 8% あるんですよね。もうクラクラしてきたんで寝ます。たけのこ。まだ8時ですが、明日は死ぬほど運動するので寝ます。いやー大変だ。はい、トイレかけて完成。はい、おやすみなさい。朝食に車内でバナナ食べて、その後朝食に道の駅のたけのこご飯食べます。とりあえず出発の準備だけしておきます。楽しみにしていたたけのこご飯です。晴れました。山々が見えます。お、たけのこでっけえ。今からたけのこご飯食べてきます。楽しみ。残念、たけのこご飯はありませんでした。その代わりたけのこメンチとオムライスを食べますよ。朝食食べ過ぎだろって思うかもしれませんが、今日は修行の日。身延山にある高雲寺で287段の階段を登るので、その下準備なんです。腹が減っては戦はできませんからね。ということで、今日も最高の朝、身延山に向けて出発します。ここから身延山までは20分ほど。目的地の高雲寺は身延山の中腹にあります。高雲寺は日蓮宗の総本山、約800年という長い歴史があるんですよ。楽しみです。この大きくて立派な門は三門というそうで、日本三大門に数えられているそうです。初代の門は1642年に建てられたそうですが、大火で焼失。この三門は1907年に建てられたものだそうです。日本建築って本当に美しいですね。山門をくぐると287段の階段が見えてきます。これを登るとご本堂に行けて絶景が待っているんです。修行頑張ります。気合と根性で行ってきます。一段一段が高いので腰にきます。登り切ったところにあるこのしだれ桜は樹齢400年だそうですよ。圧巻です。疲れた。着きました。正面のご本堂は1500人の参拝者やお坊さんが入れるほどの広さなんだそうです。近くで見ると圧巻です。どの建物も中は撮影禁止なのでゆっくり散策してきますね。お守り買いました。記念にお守りも買いました。これからも安全に旅ができますように。下りは特に危険です。足を滑らせたら大怪我してしまうので慎重に降ります。疲れた。しっかり運動した後は赤沢宿に行ってお茶をいただきました。
新鮮な空気。散策してきます。赤沢宿は標高700メートルの山の斜面にあります。空気は澄んでいて自然の音以外はほとんど聞こえてきません。あれが清水屋です。私が毎年必ず立ち寄る清水屋に来ました。最高。ありがとうございます。はい、できましたよ。ありがとうございます。はい、どうぞ。美味しい。よ。美味しいです。嬉しいですよ。絶対に。はい、どうぞ。お湯蒸しで足してあげるからね。ありがとうございます。言ってね。今日もお茶とお餅をいただきます。この清水屋は170年前に建てられたそうですよ。毎年春に来てお茶をいただくんです。嫌なことや考え事があっても、ここでゆっくり過ごせばどうでもよくなりますよ。本当に落ち着く空間なんです。旅の締めは少しディープな温泉宿に向かいます。前回コスパ最強の秘境宿を紹介したら反響が良かったので、今回もコスパ最強の宿を探してきましたよ。相模屋旅館って言うんですけど、私がよく見ている旅館紹介チャンネルで紹介されていました。昭和レトロな温泉宿、最高です。もちろんコスパ最強、2食付きで7000円とかいうバグ料金なんです。昭和の温泉旅館の雰囲気が大好きです。おばあちゃんの家のような懐かしさを感じます。すごい。絶景。やっぱりこたつは最高です。温泉楽しみ。宿に着いたらまずは温泉。運動して帰った汗を洗い流しますよ。さっぱりしてきました。晩ご飯はもちろん和食。健康でよし。やばい。やばいやばいやばい。幸せ。ごちそうさまでした。旅館の晩ご飯は早いので自然と早寝できます。しっかり運動して温泉入って健康的な晩ご飯。気持ちよく眠れます。おはようございます。旅のバグった食生活もすべてチャラにしてくれる健康的な朝ごはんです。お腹いっぱい。いい旅の締めだ。ありがとうございます。これで1泊7000円。昭和レトロな雰囲気を味わえていい旅の締めになりました。富士山の周りにはまだまだ紹介しきれないスポットがたくさんあります。今回は少し暗い話になってしまいましたが、どうしても知ってほしい問題だったのでメガソーラーについて取り上げてみました。メガソーラーに賛成する方も反対する方もいろいろな意見を書いてくれたら嬉しいです。私自身勉強になります。よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。